我が家のミートソースが一番美味しいという息子たち、その秘蔵レシピを今日は紹介しましょう。お好みで粉チーズ、パルメザンチーズですね、かけたり、タバスコをちょっと、はい、今日はスパゲッティミートソース、我が家のスパゲッティミートソースを作りたいと思います。以前クッキングノートのレシピを紹介しましたけど、昔のやり方ではなくて私のやり方でもっとシンプルに作りたいと思います。我が家で好評のメニューです。まず玉ねぎを置きます。昭和レシピチャンネルは半世紀前の父のレシピを再現することで始まりました。それに加えて実家に伝わる秘伝レシピ、それらと比較するために現代の美味しいレシピを紹介したり、私の得意料理も披露してきました。昔のレシピは限られた食材でシンプルながらもベースがしっかりしていて侮れないということ、その驚きの美味しさを知ってほしくて1970年に発刊されたクッキングノートのレシピを紹介しています。秘伝レシピは今はもう存在しない老舗だった大阪のお店の味を絶えさせたくない思いでこのチャンネルに加えています。現代レシピも中南米料理や世界のさまざまな美味しい料理が加わることにより、このチャンネルの幅を広げ、そこからさまざまな知恵、ヒントを得られるようになりました。また私は自分の人生において仕事としての料理からは離れましたが、個人的に自分や家族のために作って食べたいレシピが定番化したものがいくつかあり、それを得意料理として加えました。今日はその中の一つ、スパゲッティミートソースですが、これは私が一人暮らししている時に独身時代から作っており、結婚して妻にも教えたレシピです。日本にいた時はトマトピューレではなく市販のミートソースをベースとして、そこに玉ねぎとミンチ肉を足すという作り方でしたが、パラグアイへ来ていろんな料理を一から作るようになりました。このミートソースは妻に任せっきり、私があまり料理しなくなったので、今や息子はお母さんの味として超お気に入り、どこのレストランよりも美味しいと言っています。そのレシピを私たち夫婦がいなくなっても息子たちが継承して作れるようにと、この動画をまとめることにしました。クッキングノートのレシピよりシンプルですが、お肉、タンパク質の量がしっかりしていて、きっと皆さん満足していただけることでしょう。今年は母の介護もあり、過去動画の短縮版が中心になっていますが、月に一つはこういったどうしても残したい実家や私の秘伝レシピをとっておきの動画として上げていきたいと思います。はい、じゃあこれを炒めます。鍋に火をつけて、オリーブオイル、牛ミンチたっぷり、胡椒、香辛料お好みで入れてください。今日はシナモン、オレガノ、パプリカ、で玉ねぎ入れます。
じゃあ赤ワイン入れます。ローゼルの葉っぱ、でブイヨンキューブを溶かし入れます。そしたらトマトピューレ、ここまでは強火で、沸騰してきたら火を弱めます。で煮詰めていきます。時々焦げないようにそこを混ぜます。ローレルはある程度経ったらもう取り出しちゃっていいでしょう。お砂糖入れます。お砂糖はお好みで甘さを加減してください。その時のピューレの味にもよります。ピューレも酸っぱい時ありますからね、いつもより。その時はちょっとお砂糖多めに。はい、麺のお湯が沸いてきましたので塩入れます。麺は2袋となってますけど、その時の人数によって変えてください。今日は1袋だけ茹でます。ミートソース余ったら冷凍して保存できますし、ラザニアとかにも使えますね。ちょっと味見してみます。でしょう。いかがでしょう。今日のレシピは私が何十年と作り続けている得意中の得意料理、お肉たっぷりのミートソースでした。クッキングノートの昔のレシピに比べるとシンプルですが、塩味、酸味、甘みのバランスが良く、ベースがシンプルだからこそその時出る香草によって香りの変化を楽しむことができます。コリアンダーやナツメグ、タイム、セロリ、人参、唐辛子などお好みで入れてください。
これは絶対後世に残したいとっておきのレシピ動画、ご紹介したいとずっと思っていました。うちで食べた人はみんなびっくり、こんな美味しいミートソース食べたことがないって言ってくれます。とても美味しいですから、ぜひ作ってみてください。そしてご感想などをいただけたら嬉しいです。これからしばらくはこのようなとっておきのレシピを月に1回は上げていきたいと思います。お見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後とも昭和レシピチャンネルをよろしくお願いいたします。いいでしょう、アルデンテ火止めます。オリーブオイルを敷いて麺を入れていきます。もう少しサラダ油でも構いません。バターも香りつけましょう。はい、ミートソースも仕上げます。最後に胡椒をもう一回振ります。はい、火を止めます。バジルを添えましょう。庭で採れた生バジル。はい、スパゲッティミートソースの完成です。古今東西のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネル、サブチャンネルもあります。ぜひチャンネル登録と評価ボタンで応援よろしくお願いいたします。またこのチャンネルを続けていくために月額49セントのメンバーシップやライブプレミア上映時の投げ銭で経済的援助もしていただけると嬉しいです。ではまた。Nos vemos. Chao chao.